アニメ化。ジオンのザクの遺伝子を大きく受け継ぐ第3のザク。かつてのザク2から長い期間を経て生まれたこの後継機には知られざる初期設定が存在しており、その残滓が思わぬ運命を切り開いていた。ザク318戦、型式番号 AMX011。 テレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」に登場。ハマーン・カーン率いるネオジオンによって行われた地球侵攻作戦。一年戦争時代と異なり、力も気力も失っていた地球連邦軍が相手だったため、あっさりとうまくいってしまったネオジオンは戦利品として連邦からハイザックやマラサイといったザクの設計を引き継ぐ機体を接収し、新たな戦力に迎えようとした。しかしそんな上層部の考えとは裏腹に、技術者たちは憎き連邦の技術が使われたうさんくさいザクなど使いたくないと憤慨。新たにザク2の正式な後継機を作り、新型量産機に加えようと画策することになる。そんな経緯で作られることになった機体がこのザク3と、思わぬ形で増えることになったその仲間たちである。本機はザク系の最終型として、かつてのザクのようにさまざまな戦場で使える機体を目指して作られた機体であり、その特徴として装甲材にはザク系にとっては異例のガンダリウムコンポジットが使用されており、地上と空の両方で運用が可能になっている。またサブフライトシステムとの連携のため、頭部のアンテナは3本になり、頭部、肩部、腰部アーマーやバックパックなどを換装可能な設計にしている。それもあってかザク2の正式な後継機と言いつつも、外見はジオンの伝統というよりはかなり型破りな姿になっている。武装に関してもザク系では斬新なものが揃っており、頭部の口に当たる部分には通称ゲロビ、頭部ビームキャノンが採用されており、腰部前面にはビームキャノンが2門あるのだが、これは取り外してビームサーベルとしても使えるマルチ武装になっている。続いて右肩のシールドには予備のビームサーベルや投擲用の爆弾であるクラッカーが収納されており、携行武装として銃剣にもなる R ジャジャ用のビームライフルを装備している。その他腰部のフロントアーマーは中距離ビーム砲に換装可能であり、武装ではないが宇宙用の大型バックパックも用意されている。ちなみに本機は設定初期ではザクの最終型という部分は変わっていないが、モデルグラフィックス別冊ガンダムウォーズ2ミッションダブルゼータに掲載された。本機のデザインを手掛けた小田正宏氏の発言によると、ザク3はネオジオンにおけるザク型ガンダムというポジションだったらしい。それゆえに万能型にしようとした手前、現在よりもさまざまなオプションに対応した機体になった。そのオプションにはまさかのファンネル装備やニュータイプとオールドタイプの両方に対応できる機能が考案され、左肩アーマーを上部に跳ね上げるとハンマのシールドなどを装備可能。現在は排気ダクトという設定になっている胸部左右のパーツは大型の対艦メガ粒子砲と連動したものになっていたり、スカートアーマーに推進剤とスラスターを集約させたスカートエキステンションブースターというものや、中距離航行用の大型バックパックなどが考案されていたりと、実現すれば可能性だらけの最強のザクになりうるものであった。しかしそれでは一般兵でも簡易的なニュータイプ用の武装が使えるドーベンウルフや強化人間用に特化したゲーマルクといったサイコミキとぶっちゃけキャラが被るということで、ジオン版ガンダム的なザクプランはお蔵入りとなり、パーツの乾燥機構を残した今のザク3の設定に変更されたらしい。しかも本機はその流れで大きな不幸も背負ってしまうことになった。まずは先ほどの技術者たちが目指したネオジオンの正式な量産機にするという計画が対抗馬であるドーベンウルフに負けたことで見事に失敗。実際に作られたのは試験機が6機だけという悲しいスタートダッシュであった。そこからアニメの劇中では第27話で初登場であったが、それはダカールの迎賓館の門の前に2機が立っているという地味なものであった。第35話ではラカンダカランが本機に登場するも、
第36話のダブルゼータガンダムとの戦闘で両足を破壊されて撤退。しかもこれが唯一のまともに戦っているシーンであった。そこからはネオジオン内で起きた内乱の影響でハマーンカーンの陣営とグレミートとの陣営の両方で使われることになり、第44話ではサイド3のコロニーであるコア3にいたちょい役。第45話ではグレミー軍所属機の2機が一瞬だけ登場し、とどめは第46話でゲーマルクのビームサーベルを運ぶお手伝いポジションなど最強クラスのザクが見る影もない状態であった。ではザク3はこんな悲しい末路のままだったのか。いな、本機に残されたオプションという設定が思わぬ形で活躍の場を作ることになったのである。ザク3回、本機と同じ機動戦士ガンダムダブルゼータにおいて大きく活躍することになったザク3の回収機。こちらは指揮官用に改良されたモデルで、ザク3の乾燥能力をフル活用し、頭部、リアアーマー、バックパック、左肩アーマー、膝部などかなりのパーツを交換した仕様になっている。頭部は火力は減ったがセンサー機能が強化されたものになり、リアアーマーは高性能のバーニアスタビライザー付き、バックパックにも燃料が8倍も入っているため扱いは難しいが、より長く素早く戦えるようになっている。ちなみにこの機体にだけはネオジオン酸バイオセンサーも組み込まれているらしく、パイロットとなった強化人間であるマシュマーセロの精神を機体性能に反映できるようになっている。武装は頭部のバルカンに加え、ザク3に本来用意されていた大出力かつ長距離に対応したビームライフル、左肩には宇宙用の機雷であるハイドボンブを収納している。そしてマシュマーが狩る本機は第45話でグレミー派最強の機体であるクイーンマンサと交戦して見事撤退させており、しかもそこからラカンダカラン率いるスペースウルフ隊に追い詰められてしまうものの、最後にはマシュマーの能力に呼応したオーラを展開し数体を道連れにするといった通常の機体ではありえない散りざまを見せている。ちなみにザク3回は量産はされなかったものの別の仕様も作られており、宇宙世紀0089が舞台となる漫画機動戦士ガンダムバルプルギスとその前日譚であるバルプルギスイブではネオジオン残党のエルナルド・バドのザク3回が登場。ウィングバインダー付きのバックパックに大型のスナイパービームライフルを装備した狙撃用の機体になっている。続いて宇宙世紀0096が舞台となる小説及びアニメ機動戦士ガンダムトワイライトアクシズではシャアーズナブルのために作られていたザク3回が登場している。こちらはバックパックと膝アーマーは一般機、頭部は回のままだが口からビームを撃てるようになっている。結局シャアが使うことはなかったものの、彼が乗っていたサザビーが眠るアクシズの内部にて過去にシャアのメカニックであったアルレット・アルマージュが調整し、同じくシャアの機体のテストパイロットであったダントン・ハイレックが操縦するという数奇な運命を迎えている。しかも劇中ではとあるガンダムの修復機であるトリスタンを一時は撃破寸前まで追い込むなど先ほどの不遇を晴らすような活躍をしている。続いて漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラでも宇宙世紀 O112 にギラズール用の重装用バックパックに換装しビームショットライフルを持ったものが登場。ジオン残党に使われていたがさすがに先ほどの3機のようにはいかず、この時代の新型機にあっさり葬られている。こうしてザク3は回でオプション性能を存分に生かしてきたのだが、この機体の復活劇はまだまだこんなものではなかったのである。増え続けるザク3。まずは宇宙世紀0090が舞台となる漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムに登場したザク3後期型。第一次ネオジオン構想中に作られたもので、ギラ動画の設計にも一役買ったと言われる仕様。この機体はベース機の乾燥機構を受け継ぎつつバージョンアップしたもので、推力は回に匹敵、出力に関しては多分1万は余分だと思われるが、そのままだと12950という
ダブルゼータガンダムの2機分弱もあるぶっ飛んだ数字になっている。こちらはその割に武装はメガマシンガン SPS という独自武装とザク用のバズーカにビーム砲くらいであるため、あまりベース機と変わらないものになっている。そしてダブルフェイクアンダーザガンダムの関連企画であるモビルスーツ 90s では、増加装甲や砂の中から偵察可能なスコープなどを追加した陸戦仕様が掲載されている。さらに同時期にはザク3ラッシュと言わんばかりに新たな仕様が次々生まれており、最近ではゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージにてとんでもない魔改造仕様が誕生している。それがこのザク3サイコミ装備型。先ほどの初期案のザク3に近いと言える仕様になっており、これはクイーンマンサの技術の転用品であるファンネルを搭載したバインダーを両肩に装備し、ビームバズーカまで装備した数少ないニュータイプ専用機である。運用自体はシャーズナブル率いる新生ネオジオンが行っており、そのデータがギラ動画サイコミ試験タイプにつながり、そこからヤクト動画やサザビーができていくなど、かなり重要なポジションの機体であったらしい。さらにザク3の設計は火星圏のジオン残党であるジオンマーズにも渡っており、3種類ほどバリエーションが誕生している。まずは文字設定の存在であるが、旧ネオジオンとは異なり、ザク2の外見を意識して作られたザク 3R 型。もっともザク2を意識したのはあくまで外見のみで、実はその構成パーツにはかつてザク3を打ち負かしたドーベンウルフ系の機体のものも含んでいるなど、なかなか因縁深い要素を持った仕様でもあった。そこからその陸戦仕様として作られたのがザク 3RG 型。こちらは2色が存在しており、ドム系列機であるドム3のホバー推進ユニットとヤクト動画のメガガトリングガンを装備していたりと、高機動かつ蜂の巣祭りを展開できる仕様になっている。そして最後の3つ目は、ここまでの2体と違い急に魔改造仕様となるザク3強行偵察型。ガンダムシリーズではおなじみの異形の偵察機シリーズだが、頭部と両肩股間のカメラに加えて撮影用のガンカメラまで持つという全身撮影機となっているほか、2機の大型レドームがあるため、おそらく索敵性能も高いと思われる派手な仕様であった。そこからは時代が進んだ宇宙世紀0096。この時代には2つのザク3が存在していた。一つはネオジオン残党軍の一つである袖付きに使われたもので、フロントアーマーがビームサーベル付きの各集電に換装、左肩アーマーがザク3回と同じものになっている。こちらはアニメ版機動戦士ガンダムユニコーンにて、名もなき兵士が乗った機体が右腕を破壊されながらも各集電を駆使してジェガン D 型を撃破できたものの、残された右腕もユニコーンガンダムに破壊されてしまう。それでも頭部メガ粒子砲で撃ち続ける根性がありすぎな戦いを見せていたのだが、最後は後ろから味方のローゼンズールによる無差別攻撃に巻き込まれて沈むなど、こちらもひどい最後を迎えた仕様であった。続いて漫画機動戦士ガンダムユニコーン袖付きの木月長は歌うたうでは、地上の海賊の主海の機体として使われるも、内部に紛れ込んでいたスパイにあっさりやられるなど、こちらも不遇の最後であった。他にも漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3に登場した改良仕様のザク3。頭部がザク3回、他がザク3のプラモデルの説明書に設定だけ掲載されていたものが採用されており、バックパックとリアスカートが大型の宇宙用になり、フロントアーマーも中型ビーム砲になっている。さらにガンダムエースの企画である月刊モビルマシーンでは、先ほどのザク3後期型を改良したもので、推進剤の積載量を3倍にしたザク3高機動型が宇宙世紀0112頃にかつての袖付きの分派とされるグウィネズ義勇軍に運用されていたことが語られている。また名称はザク3ではなくなるのだが、漫画機動戦士ムーンガンダムではザク3に改良を重ねた機体であるザク4が運用されている。こちらはかつての旧ネオジオン残党の過激派に運用されたもので、一般兵用と
旧ネオジオンのエースであったイリアパゾムの機体が存在している。基本性能としてザク3の良さを受け継ぎ、腰部裏のテールオプションというユニットを交換することで仕様を変更できる機体になっている。またイリア機のテールスカートはプリンセス装備という空間高機動装備兼ファンネルコンテナになっており、この機体もザク3の初期設定にあったようなニュータイプとオールドタイプの両方で使える機体になっている。武装は共通のものとしてバルカンの位置になった頭部ビーム砲や長距離ビームライフルに小型のビームマシンガンが2丁、殴り用のビームナックルダスターがある。そこに一般兵用はビームサーベル2本やデザインは不明だが2連ビームサーベル付き大型ヒートホークを装備可能である。イリア機の方はクラスターミサイルを2機ずつ収納したファンネル6機と大型ヒートホークを備えている。そしてこちらは大きな活躍は少ないものの、最古のコロニーの一つであるムーンを制圧する際に登場しており、一般機とイリア機ともに主海であるリュース・クランゲルのやり方に従えない部隊のメンバーと交戦している。こうして最初はジオン版ガンダムを目指し、特に大きな活躍もないままフェードアウトしていったザク3であったが、大器晩成型というべきか、その一部の設定が思わぬ規模の発展を繰り広げる引き金となったのであった。余談。本機には移設系のバリエーションも少しだが存在する。一つは PC ゲーム「機動戦士ガンダムリターン・オブ・ジオン」に登場したザク3強行偵察型。こちらは先ほどの強行偵察型とは同名で型式番号違いの機体であるが、1993年とかなり昔に登場していた仕様で、アイザックのような頭部のレドームをつけ、両腕の代わりに高機動デバイスを組み込むという斬新すぎる機体になっている。また機動戦士 VS 伝説巨神逆襲のギガンティスではザク3を含めたさまざまな機体のパーツを使っているため、胴体以外はほとんどザク3要素が残されていない仕様である。スザクが登場している。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。